グータラズです。今日はね、再びヨッピーのカーライフボリューム14ってことでね、ヨッピーの、GTO マフラーがうるさいんだよね。うるさい理由があるんだけどね。ってことでね、ECV だっけ、エキゾーストコントロールバルブってやつ、これをねつけようってことで、これで音静かになるっしょっていうね、浅はかな作戦を立ててみました。ちょっとね見てみましょう。上ってどっちが上か分かんないけど、これやると下は下にやるとこっちよ全然わかんないんだけど、もう一回やってみて。上でオンでもう一回やってみて。下は下でどっちよ全然わからない。この線で判断するしかない。下を押すと上下ダメな、上下っていう感じですげえ分かりづらいんだけど、この切れ目で覚えるしかないんだけど、分かりづらい。上下前リモコン持ってくるか。リモコン前回これ分かんなくなりそうじゃない？前平でらエンジンかかんねえよってことでね、こう隠れたポテンシャルを秘めてるこいつをまた使います。ここにね使いました。氷結なんちゃら、ここしかつけるとこはないし、ちょっとすごい便利そうなね ECV だけど、ちょっと細かいところが雑だよねさすがあちらの国さんはそういうところあるよね。でね、前平はまずいっしょってことで、前平になっても排ガス通るように穴開けます。10ミリほど2箇所開けました。これで前平でも大丈夫でしょうってことでね、さすがに前平じゃこれエンジンかかないよね。ぴったりね、本当にぴったりね閉まるんですよ。その辺の精度はすごくいいです。でもね、精度良すぎてね、これじゃエンジンかからないんで、閉じてもねエンジン止まっちゃうんでね、こうやって穴を開けました。でさすがにね専用設計じゃないんでね、当たる部分も出てきます。なのでね、ここもカットしました。ボルトもね移設します。隣に1センチほど穴開けてタップ切ってね、そこに移設しました。これで当たる部分をねかわします。でフランジも合わないんで、フランジ合わない部分もカットします。これでやっとつけれるかな。つける部分がここしかないんで、触媒のすぐ後ろはダメみたいだね。極力離してくださいって書いてたんで、でもアルミでできてるんでね、切りやすいですし、なかなかその加工はしやすいです。でね、配線は車内に通していきます。本当に近いところに穴開けました。他に穴開いてるところなかったんで、穴はねこうやってまた新たに新設しました。1ミリぐらいの穴だねを開けてね、で穴開けた時はね、こうやってグロメット使ってくださいね。皆さんグロメット使わないとね、線が摩擦で切れてね、最悪車燃えることもありますから。でね、あとは外から通してあげるんですけど、意外とこのコネクターがねでかいんですよね。なので穴開けたんですけど、そこから通らないってことで、反対側からね通してみようってことで、反対側から通して、でねグロメットをかましてあげました。グロメット先に通したって感じかな。でこの ECV 延長線がついてたんですけど、どっちもねオスだったんだよねどうやって延長すんのと思って。そういうとこだよな、あちらの国。そういう細かいとこダメだもん。
でね、このモーター部分もね、このゴムのカバーがついてるだけなんで、これだと絶対水入るっしょってなってさ、このキャップだけだよ。これじゃあ絶対水入るよね。これだよ、開いたら。これダメだろうってことで、ここにもね、コーキングしてあげましょう。もうまあよくこれでね、社外のものを売り出すよね。すごいよね、このクオリティ。もうちょっとあるでしょうって思うよね。さすがだよな。どう考えても 100%、1000% 水入るもんね、これね。すごい国ですわ。で、まあ余ってるコーキングあるかなと思って、余ってるコーキング探しに行きました。でね、コーキングなかったっす。変成シリコンしかなかったです。まあ一緒なんですけどね、まあ一緒ってことはないですけど、コーキングはまあシリコンなんで、まあ防水、これも防水なんですけどね、変成シリコンっていうのは。まあ、分かってる人は分かってると思うんですけどね。まあ普通のコーキングは、コーキングした後塗装はできません。シリコンなんでね、弾いちゃうんですよ。変成シリコンっていうのは、まあ、このなんていうかな、コーキングした後、まあ、この変成シリコン塗った後から塗装もできるんですよね。そういうのが変成シリコンだねって言います。まあ、車の場合ね、シリコン、まあ、よく言うコーキングではね、ボディとかコーキングはね、しない方がいいです。穴開いたからってコーキングしちゃうとね、板金屋さんでまた大変ですから。だから大体コーキングはね、車じゃ使っちゃダメってみんな一般的に言われてるよね。でもまあ使うけどね。でね、変成シリコンしかなかったね、変成シリコンにしました。コードの付け根もね、たっぷりね、塗ってあって、まあ、水がね、入ってこないようにしてあげましょう。で、あとはね、配線処理。本当はチューブとかね、ゲルチューブとか巻けばよかったんでしょうけど、もうすぐ車内に持っていける位置に穴があるんで、これでいいんじゃねえと思って。あそこ稼働する部分じゃないんでね、メンバーのマイクカーなんで、メンバーっていうかローアームのマイクカーなんでね、稼働する部分じゃないんでね。でね、スイッチとユニットはコンソールボックスに入れます。ではリモコンでも稼働するんですけど、やっぱりね、電池なくなった時とかのためにスイッチはね、ここつけておきました。こういうとこにあるとね、見えないですし、まあ、オンとオンしかないんだけどね。ここにユニット、裏側にユニットですね。まあ、この車 NA なんですけど、実はツインターボ用のマフラーついてるんですよ。なのでうるさいんです、ちょっとね。でね、ここにね、すっぽりスッキリ設置です。まあ、ツインターボ用のマフラーなんでね、うるさいんだよね。まあ、NA の方が音はね、車の構造的にうるさいですからね。いいよ。かけていい？いいよ。静かだ。開けてみて。かけるよ。いいよ。敵に違うんだけど。閉めるよ。いいよ。
ってことでね、音はね、劇的に変わります。本当に変わります。これ本当ちょっとね、マフラーがうるさいって人はね、つけた方がいいかも。本当に劇的に変わりますから。ただ、気づいた人いるかなと、このね、排気音のチェックしてる最後の方、アクセル吹かしたじゃないですか。実は、この GTO、アイドリング不安定が出てます。いやー、めんどくさいの出たなと思って。そのね、改善をね、どうにかこうにかやってて、車検が長引いてるって感じです。いろんなものをね、変えたんですよ。その動画もね、撮ってるんでね、次またいろいろ上げていきたいと思います。結構アイドリング不調で悩んでる人多いんじゃないかな。アイドリングってわかんないもんね。実際どこかわかんないんだよね。いろんな要素が絡まってて、これらもね、深い闇に今、迷走中です。ということでね、本日はご視聴ありがとうございました。本日は ECV、彼の実力はすごかったです。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。